はい。おはようございます。文学研究家の児玉聡です。本日、パンデミックの倫理学第5回目を、始めたいと思います。前回東京都民という話をしましたけれども、東京都民の皆さんだけでなく、全国津々浦々、また海外からもご参加していただいている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今ちょっとマイクが止まってます。はい、もう大丈夫。はい。はい、早速始めたいと思います。前5回の講義の内容ですが、今回、第5回のポストパンデミックの世界ということでお話ししたいと思っております。めでたく最終回でありまして、このタイトルなんですけども、5月末ぐらいにこの話をいただいて、5回の計画を立てた時は何にも考えておらず、5月末の無責任にタイトルをつけた自分が非常に恨めしいんですけども、まあ、今回頑張ってやりたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあポストパンデミックの世界という話をしたいと思います。あんまり大したお話できないかもしれないんですけども、いろいろ皆さんと議論してみたいと思います。パンデミックという言葉自体をこれまで紹介しておりませんでしたけど、パンデミックという言葉はパンという、ギリシャ語のすべてという言葉とデモス、人々とデモクラシーのデモスという言葉が合わさっている言葉であります。世界的な感染症の大流行と訳されると思いますけれども、大雑把にはある感染症の人々感染が世界の多くの国々で同時に、また大規模に、継続的に発生している状態のことというような形で、説明されると思います。で、これがパンデミック、現在パンデミックの渦中だと思いますけども、これが終わった後どういうことを考えるべきなのかということが、いろいろ言われているところであります。最初にこの計画立てた時は、そのいろいろ言われていることをまとめようかなと思ったんですけど、それもあんま時間がなくて、で、いろんな議論、とてもまとめきれるものではないなと思ったので、自分の研究に引き付けてお話ししたいと思ってます。次のスライドいきます。はい、第5回の概要です。最初に少しこの全体のこの立ち止まって考えるという講義の全体のことを考えて、このポストパンデミック、あるいはパンデミック下における人文学の役割ということについて少し皆さんと考えたいと思います。はい、その後は少し私の研究に引き付けて予防の倫理学というお話をしたいと思います。で、全体的には現在予防の科学っていうのがいろんな領域で進んでいると思うんですけれども、そのところにそこに出てくる予防の諸問題っていうことを、少しご説明したいと思います。もうすでに出ましたように予防と自由の問題ということが一つありますし、また予防と責任の問題ということを今回これまでお話しできなかった話を少し、したいと思っております。最後に全体のまとめをする予定です。はい、次のスライド参ります。はい、それでですね、このパンデミックなんですけども、ポストパンデミックとか、ポストコロナ、アフターコロナというような言葉が出てきておりますが、COVID-19、この、新型コロナウイルス感染症の流行も、いつかは終わるというふうに思います。で、当面は社会的距離、ソーシャルディスタンシングなどの公衆衛生的な介入、これは医学的な介入に限らない、対策っていうものがなされているわけですけども、今後は、ワクチンの開発や、あるいは効果的な検査法、また治療法の開発などが行われるというふうに考えられます。で、このような形で、COVID-19 の感染の流行もいつかは終わるだろうというふうに考えられるわけです。で、人文学の役割というのはそれに重ねてというか、その中での人文学の役割ということを考えますと、例えばじゃあいつ終わるのとか、ワクチンいつできるのということに関して、残念ながら人文学とかしがない人文学者である私などは、大したお答えができないわけであります。そもそも人文学者にこういったことは予測できないと。そうすると、ここで皆さんと一緒にちょっと考えたいんですけども、人文学者に何ができるのかということを少し、考えてみたいと思います。はい、次いきます。それで、練習問題として、出してみました。この COVID-19 のパンデミックに関して、一体人文学に何ができるでしょうかと。ちょっと皆さん私たちのためにも考えていただけないでしょうか。はい、質問は次のようになってます。1番、何もできない。
特に期待していない。2番、歴史や文学から人類の経験を共有すると。3番、現状や今後についての哲学的な施策を行うと。で最後は、その他何かありましたら、これには当てはまらないという方は、チャット等で、具体的にお答えいただければと思います。これでもうすでにやっていますけども、この鳥ってなんだというので、鳥の意味がわからないというご意見がたくさんありましたので、私としてはこれはトリアージの時に出てきた鳥ということで、はい。次いきますが、今回もスライドで投票していただければと思います。もう何度かやっておりますが、アンケート投票したいと思っております。スライドというウェブサービスを使いますので、匿名で投票できますので、気軽に参加してください。今スマホで見ている人は YouTube から離れることになるのでちょっと難しいかもしれません。パソコンなどで見ている方向けに主に考えております。はい。それで、スマホで今画面に出ている QR コードを読み取るか、あるいはパソコンの中で投票する場合は、スライドと検索していただいて、スライドのサイトに行ってください。するとアクセスコードを要求されるので、そこに、71606 71606と入れてください。じゃあ、まず練習問題やってみてください。私もやってみます。はい、配信画面切り替わってますかね。切り替わってます？私の方切り替わってないので、ちょっと時間があるか。はい、時間がまだ切り替わってないですかね。はい、YouTube の方はもう出てると思う。出てます？今まだ出てなさそうな。シークダウンじゃそうなんですか。そうだ。なるほど。はい。すいません、遅くなりました。私の方でもやってみたいと思います。はい、ありがとうございます。非常に好意的に練習問題を解いていただいてありがとうございます。何もできない、特に何も期待していないというのは、今のところ 0%、280名ほどが投票していただいております。歴史や文学から人類の経験を共有すると、神のペストといろいろ出てきておりますけども、それが5割ぐらい。また現状や今後についての哲学的施策というのもやはり5割ぐらいということで、お答えいただいております。その他チャットで 5% ぐらいはその他になっております。はい、ちょうど300名ぐらいで、ちょうど半分ぐらいずつですかね、2番と3番に半分ずつぐらいで分かれているかと思います。ありがとうございます。そしたら次のスライドに行きたいと思います。はい、人文学の役割ということでウェブサイト等いろいろ調べてたらちょうど今回のオンライン講義の企画に携わった出口康夫さんが、次のようなことを書いてました。とりあえず出口戦略と呼んでおこうと思います。はい、こんなふうに書いてます。ちょっとスライド3枚ほどあるんですが、自然科学は古典的な天文学を含む物理学がそうであるように基本的に予測値ですと。人文学じゃなくて自然科学というのは予測値であると。現象の間の規則性を見出すことで次に起こる出来事を予測するんだ。医学でも治療という人体に対する積極的な介入を行ったらその後どうなるのかという予後予測が不可欠です。予後予想が不可欠です。同じことは社会科学の中で最も科学化ないし物理学化が進んでいる経済学でも言えます。経済政策という政策介入を行った場合、社会はどう変わるのかに関する予測を提供するのがその主な役割です。このような予測値としての科学は周りの環境を観察して予測を立て、その上で次の行動に移るという人類の生存戦略の一つの結晶化、洗練化であるとも言えますと。次のスライドいきます。はい。一方、人文学は予測値ではありません。例えば歴史学によって過去の社会が明らかになったとしても、そのことで天文学と同じような意味で未来予測はできません。では人文学とは何か、それは我々人類にとってどのような意義を持つのか。私は人文学には予測とは異なる2つの役割、意義があると考えています。一つは踏みとどまる地としての意義です。人文地は前のめりにならず、地に足をつけて踏みとどまる、人々のそういった姿勢を支える地という側面を持っています。未来を予測し生存戦略を練ることはもちろん重要です。しかし人間は単なる生存マシンではありません。
四六時中アクセクと前ばかり見て最適解を計算することばかりが人間のせいではないのです。時には生存ゲーム、サバイバルゲームから降りて、自分や世界を没利害的な観点から、カントの言う、インテレセロージヒ回答の立場に立って一から見つめ直すことも必要です。芸術や文化や人文知は将来を睨んだ生存戦略には役立ちませんが、人々に踏みとどまって深呼吸をする機会を提供する役割は果たし得ます。そのことで人文知は生存ゲームによって平板化されない人生を豊かにする意義を持ち得ると思います。ということで、ただ生きるだけ、パン食べてるだけじゃないんだということで、人文学が人生を豊かにするんだということを言ってます。ただその飲み会とかいろいろ別にパチンコに行っても人生豊かになるので、これ人文学だけの役割かと言われると気になる方もいるかもしれません。次いきます。もう一つ、今価値というお話が出ました。私が考えている人文学のもう一つの意義はその価値に関わります。先に人文学は予測に傾斜した生存ゲームとは一線を画す踏みとどまる知だと申しました。一方で人文知は未来に関わる側面、将来を向いた視座も備えています。しかしこの場合でも人文学が提供するのは自然科学的な予測ではなく提案、プロポーザルです。予測とは異なり、提案には必ず一定の価値観が入り込んでいます。人文学の提案にも単なる未来像の提示のみならず、現在の我々の生き方にも関わる価値そのものの提案が含まれていますし、むしろ含まれるべきだと考えます。人文知は単なる事実の掘り起こしにとどまるだけでなく、このような価値観で生きてみませんか、このような価値を実現させてみませんかという実践への誘い、呼びかけでもあるのです。ということで、一つ目は教養、人生を豊かにする教養ということかなと思いますけども、二つ目はこういうその価値に関係する、どういうふうに、我々や、社会が、個人社会が生きていくかということの提案をするんだというわけです。2つ目について私は非常に共感するところがあって、2つ目に似たような話を少し考えてみたいと思っています。はい、どんどんいきます。はい、正直なところ人文学だけが、専売特許にしていることっていうのは私にはよくわからないんですけども、これもいろいろ議論が必要だと思うところですが、一つ重要なのは今言いましたように個人と社会の在り方について、提案する、また提案の手前で、根源的な問いを立てるということも、非常に重要なんではないかと思います。で、根源的な問いということで今回少しお話ししたいのは、この予防の科学というのが進んでいて、それに対応して予防の倫理学あるいは予防の哲学ということを考えなきゃいけないんじゃないかという、提案は提案なんですけど、その中に問いということを考えてみたいと思います。十分なお答えができるというよりはこういう問題があるので、考えてみないといけないということであります。はい、次いきます。それで予防の倫理学というお話をしたいと思います。でこの話は、ミネルヴァの PR 誌である Q、極めるという探求の Q という追求、Q っていろんな字がありますけど、浮かんむりに Q、浮かんむりじゃなくて穴冠、穴なんとかに Q と書くその雑誌で細々とやってる連載があるんですけど、それに基づいたお話になります。次に行きます。それで予防の科学と言ってきましたけども、現在大雑把に考えますと、その予防ということがいろんな領域で言われるようになっていると思います。例えば、瀬戸口先生もおっしゃっていた交通事故の話、これはその年間2万人日本でも死んでた時から今3000人程度になってます。年間の死者3000人、それも非常に大きい数ですけどもになってるんですけども、その背後には、シートベルト等の、義務化、あるいは安全な道路、交通事故が起きにくい道路を作るというようなことが行われているわけです。それでさらに減らしていこうというふうに考えられているわけです。でまた、自殺予防、これについてはそれほど予防の科学というほど進んでいることはないんですけれども、やはり自殺対策基本法などの法律の制定によって、自殺を予防しようという動きが、広がっています。また、予防医学、公衆衛生も含むような予防医学の領域でもいろいろあるんですけど、ここでは非常に先鋭的なものとしまして、例えば、遺伝子の検査に基づいて、家族性の、家族性のその腫瘍の例えば、
乳房だとか、女性の子宮その他の、がんが起きやすい人においてはその予防的に乳房を切除するという話、あるいは、最近の話では、認知症の発症予測ということが言われています。例えば40歳、私45、6ですけども、それで例えば70歳、75歳になったら認知症になるかどうかっていうのが、血中のバイオマーカーの濃度を測ることである程度予測がつくようになってきていると。こういう形でいろんな予測っていうことが言われています。また今回少し話します、防犯対策で性犯罪の話、後で出てくる GPSを防犯対策、再犯防止で GPS を使うだとか、あるいは DV ストーカーのこれもやはり、犯罪を未然に防ぐというところが非常に強いものであります。それで、最近出てきている、犯罪予測の話ということもあります。これは、マイノリティレポートみたいな話ではなくて、犯罪のホットスポットっていうところをデータを見ることで、ビッグデータを見ることで犯罪のホットスポットっていうところを大体特定して、そこを重点的に取り締まるというようなことが行われるようになっています。また、防災減災という話では、例えばちょっともう詳しく言えませんが、ハザードマップとか特別警報という形でいろんな形で、予測に基づいた行動ということが求められるようになっているわけであります。はい、その背景には、そのビッグデータや AI というのもありますけども、これらを通じて原因、要因を解明して、過去のパターンを解明して、それを将来の予測につなげると、天気予報なんかも典型的にはそうですけども、そういったものがいろんな領域に広がっているように思います。はい、次参ります。ちょっと詳しく話していると時間がなくなるので次行きたいと思いますけど、予防医学の一次予防、二次予防、三次予防っていうのが、これ非常によく知られている発想であります。これ前も最初にも言いましたけども、一次予防っていうのは健康増進、疾病予防、二次予防っていうのは早期発見、早期治療と、がんの検診とか、この間、歯科検診行きましたけど、虫歯を早めに見つけて早めに治すと。で、三次予防っていうのはリハビリ等を通じた病気がリラップスしない、再発しないだとか、社会復帰するということであります。ちょっとこの図を詳しく見ませんけども、前回言いました、第1回に言ったと思いますけども、成人病から生活習慣病へというシフトがありましたが、これは二次予防も重要ですけど、二次予防から一次予防へ移行しようということで、例えばタバコを吸う数を減らしましょうとか、酒を飲む量を減らしましょう、あるいは運動しましょうという形で、一次予防というのは現在重視されているわけであります。次いきます。同じような話が、これは明らかに予防医学の話から、流用というかそこから取られていると思いますけども、警察においても、一次予防、二次予防、三次予防というこういった図が使われることがあります。これも、似たような発想で、一次予防っていうのは犯罪をそもそも起こらない社会にしよう。二次予防っていうのは、犯罪の兆候があったら早く見つけて、捕まえる。被害が広がらないようにする。三次予防っていうのは、これは加害者側ですけども、加害者の再犯防止、あるいは更生に努めるということであります。一次予防というので、環境を変えて犯罪が起きにくい街を作ろうだとか、防犯カメラの設置や、ちょっとこれずれてますが、市民パトロールを行う、防犯教育などを行うと、こういったことが重要だというふうに、言われているところであります。これもやっぱり2000年、日本でも90年代の終わりぐらいから二次予防も重要ですけど、一次予防ということも重視されるようになっていると思います。犯罪白書でも犯罪予測という話が2018年から出てきていると思います。はい、次いきます。で、こういう予防の科学というのが進んでるわけですけど、やはりその人文学というか予防の倫理学という発想からすると、そもそも予防は良いことなのかということを考える必要があるように思います。で、予防、先ほど言っていたようなその自殺対策だとか、防犯、防災、予防医学、公衆衛生等の人からすればそれは当たり前だろうと言われるかもしれませんけども、やはりその根源的な問いを立てるというのが、人文学に求められている役割の一つなんじゃないかと思います。で、今普通は例えば予防は治療に勝る。これエラスムスが言ったという話があるみたいですけど、さらに遡ることもできるんじゃないかなと思います。
でまた、ベッカリーアというチェザーレ・ベッカリーアという啓蒙期のイタリアの哲学者思想家が言ったその犯罪は処罰するよりも予防する方が良いというような言葉があります。でそれが普通なんですけども、例えばこういうことが言われることもあります。問題そのものよりも治療の方が悪いということが起きてはならないと。これは誰あろう、もう現在のアメリカの大統領のトランプ大統領が言った言葉で、トランプ大統領が言った唯一いいことだという評判もある言葉でありますけども、これはその、今回の COVID-19 のパンデミックの対策に対して、いやこれやりすぎなんじゃないかと。こんなことしたら、トランプ大統領は経済が回らなくなって大変なことになるということを言うわけですけども、この言葉だと治療なんですけど、私にとって重要なのは予防措置、予防行為の方がその予防したいそのものよりも悪いことがあり得るんじゃないかということも問題にしないといけないと思います。これは一つの問題であります。次いきます。はい、予防の問題としまして倫理的な問題、あとちょっと心理的な問題というのを扱いますけども、ちょっと挙げたいと思います。ここちょっと全部挙げきれないんですけども、重要な問題としましてはもうすでに取り上げました個人の自由と衝突の可能性の問題と、これは広い意味ではトランプ大統領が考えているような経済的自由も含めた予防のコストの問題ということを考えなきゃいけないんじゃないか。でまた、今回重点的に取り上げます予防の責任という問題があります。これについて詳しくお話したいと思います。で、もう一つは予防の目的と手段。これもちょっと後で言いますけども、予防の構造ということを考えて、予防の目的は良いのか、手段は良いのかということを考える必要があります。はい、次に行きたいと思います。これは後でご説明したいと思います。はい、でちょっと駆け足なんですけども、先ほどちょっと警察の話に戻りまして、予防的介入の利点ということで、これは警察政策学会犯罪予防法制研究部会というところが書いている面白い文章なので、ぜひ読んでいただければと思いますが、今後の犯罪対策に関する提言ということで、例えばこういうふうに書いてます。予防的介入には発生後に対策を取るのに比べて、一規制の受け手規制主体の双方に生じる精神的、時間的、経済的なコストが小さい、経済的だと、対象者に犯罪者というレッテルを貼ることを避けることが可能だと、早めに犯罪が起きる前に捕まえれば犯罪者がそもそも出てこないのでレッテルを貼らなくて済む。で3番目、被害が一度発生するとその完全な回復は困難または不可能な場合があり、そのような被害は被害者または社会に感受させずに済むなどの点で社会として負担するコストが小さいというメリットがあると。ですので、警察行政に関してもこういった予防の利点ということが言われているわけであります。次のスライドいきます。ただやはり同じ問題があるというので、これ自由って話をちょっと例として挙げてますが、やはりこの報告書の中で黄色のとこだけ読みますが、特に予防のための措置は安全を向上させ、国民が安心して自由に行動できる範囲を広げる一方で、その性質上、犯罪発生後の措置に比べて、より広い範囲の国民の自由に対する一定の制約を伴う可能性があるというので、こういう自由の問題っていうのが一つの問題として指摘されているわけです。これ以上ちょっと詳しくは言いませんけれども、やはりこういった問題が認識されているんだということを指摘しておきたいと思います。次に行きます。それで今回、最初に言って、最後まで、伸ばしてきました、予防の責任の話について、急いで、皆さんと議論してみたいと思います。重要なのは今回いろいろ現在も問題になっております、被害者の自己責任っていう話であります。はい、やはりちょっと問いにくい問いなんですけども、問うべき問いとしまして、皆さんに考えてもらいたいのは、一般に被害者は、自分自身に損害を与えたことに対して責任を持つのだろうかと。持たないとしたらそれはなぜなのかということを考えてもらいたいと思います。でここでいう被害者っていうのは非常に広い意味でのビクティムということで、犯罪の被害者、あるいは病気の被害者、これは感染だけじゃないんですけども、患者を含む病気の被害者のこと、あるいは災害の被災者ということも含みます。はい、じゃあ次に行きたいと思います。ここでちょっと皆さんに考えてもらいたいと思いますので、5つほど質問がありますので、もう直感的にどんどん答えていっていただければと思います。皆さんがどういうふうに考えているかということをお聞かせください。はい、はい、まず質問の1つ目です。カバーをつけていないスマホを落として画面にひびが入ったという時に皆さんどう考えるか。
1番、本人が不注意で落とし、しかもカバーをつけていない責任は本人の責任であって、修理代は当然自分持ちであろうと。2つ目、落とすのは当たり前であると。割れやすい画面を作る企業が悪いんだから、修理代は企業持ちと。もうみんな落としてんだから修理代は企業持ちだと。3つ目、その他チャットでお答えいただければと思います。はい。そしたら、2つ目の質問、スライドの方で、お答えいただければと思います。はい。よろしくお願いします。はい。いかがでしょうか。はい。私も投票いたしました。今、だいたい200名ほどで、9割が、1番、不注意で落として、しかもカバーをつけていない本人に責任があり、修理代は当然自分持ちであると。で、2番は 7%、約1割ぐらいだと思います。修理代は企業持ちと、これいろんなものがあるかもしれませんし、現在スマホ保険みたいなのもあるので、そういうものもいろいろ議論があり得るところと思いますが、今、その他が1割ぐらい 8% になっています。だいたい300人が投票していただいて、85% が1番、2番が 7%、3番が 8% となっています。はい、皆さん正直にお答えいただいてありがとうございます。さらに皆さん正直に匿名ですので正直にお答えいただければと思います。次に行きます。ちょっと時間もありますのでどんどん行きたいと思います。はい。次です。はい、図書館で実習をしていたら、1時間ほど席を離れていた隙に PC を盗まれたと。これもがっくりですけども、はい、はい、この時どう皆さんお考えになるでしょうか。もちろん盗んだ人が悪いと、刑事責任等は盗んだ人が悪いと。けども本人にも責任があり、もう少し注意すべきだったというふうにお考えになるか、2つ目、盗んだ人や監視していなかった図書館員が悪いのであり、本人に責任はないと、考えるべきか。3つ目、その他、チャットでお答えいただければと思います。はい、引き続き、投票をお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、私も投票いたします。はい、ありがとうございます。現在、200名ほど、210名、230名ほど、250名ほど、260名ほど投票いただいて、ありがとうございます。今に、はい、大体300名ほど投票いただいて、86% が1番、盗んだ人が悪いが本人にも責任があり、もう少し注意すべきだった。2番、盗んだが1割、盗んだ人や監視していなかった図書館員が悪いのであり、本人に責任はない。10%、3番その他が 5% となっています。今、大体320名ほどが投票していただいて、1番が 85%、2番が 10%、3番が 5% 程度になっています。ありがとうございます。はい、正直にお答えいただきあります。ちょっとやっぱり自己責任的なところがあるんじゃないかと考えられている方が多いと思います。じゃあ、さらに、今回の話に引き付けて、パンデミックの話に引き付けていきたいと思います。その前にちょっと説明しますが、一体責任って何だろうということを少し考える必要があるかと思います。被害に関して自己責任があるってどういう意味かと。で、この責任についてはいろんな研究もあって、私も十分に研究できているとは言えないと自覚はあるんですけれども、大体特に自己責任についての研究ってなかなかあんまないところはないんですけども、自己責任があると言われた時に大体意味されているところっていうのは、多分大きく分けると2つあるんじゃないか。一つには、本人に自己責任があるって言った時は不注意を咎められて叱るべきであると。ある程度非難されてもいい。この場合非難っていうのは先ほど言ったように図書館でコンピューターを取られたら、取った人がもちろん、刑事的な責任だとか、窃盗の罪に問われるのは取った人であって、取られた人が罪に問われることはないんですけども、関西でいうお前アホやなという、時のもうちょっと注意しといたらいいのにお前アホやなという時、関東だとバカという言葉を使うかもしれませんけど、そういう、意味であります。そういう意味で不注意を咎められるで叱るべきである。英語ではブレイムワージーという言葉が使われます。
で、2つ目が、損害の一部または全部を、本人が負担すべきであると。保証っていうものを他人がするんじゃない。他人が何か助けるんじゃなくて自分が、払って叱るべきであるということが、大体意味されてるんじゃないかなと思います。はい。でそんなことを考えながら次の質問に続きいきたいと思います。次の質問答えていただければと思います。はい。だんだん、今回の話に近づいてきます。まず、次の質問です。政府や大学が飲み会の自粛を要請している中で、ゼミの納涼会に出席し、新型コロナに感染したと。その時に、皆さんどういうふうに言うか。ここはちょっともう簡単にしてます。本人にも責任があるんじゃないか。もちろん言い出すと、その居酒屋の衛生状態はどうだったんだとか、その強制的な参加が強制されてたのかどうかみたいな問題があるかと思いますが、誰か他の人にも責任があるかもしれませんが、本人にも責任があるかどうか。2番、本人には責任はない。3番、その他チャットで、これお願いしたいと思います。で、今回は、番号が変わりますので、すいませんけれども、一度、また、QR コードを読み取って入っていただくか、ここにある44486という44486というナンバーを入れてお答えいただければと思います。先ほどのところから、番号が変わって、もう一度 QR コードを読み込む必要がありますので、お気をつけください。それではよろしくお願いします。ちょっと私もやってみます。はい。ありがとうございます。今、200名ほどが投票いただいて、本人に責任あるというのが 84% ぐらい。に本人に責任がないのが 13% ぐらい。先ほどに比べると少し多くなっているかな。他の問題に比べると少し多くなっているかなと思いますが、本人に責任がないが 13% ぐらい。で、その他がチャットで 5%、4% ぐらいです。ぜひ、ご意見いただければ、お寄せいただければと思います。今300人ほどで、8割方が本人に責任がある。2番が 14% が本人に責任はない。3番がその他チャットでとなっています。じゃあ、次に行きたいと思います。時間もありませんので、次に行きたいと思います。ぜひご協力ください。はい。はい、次、これは、面白い問題ですけども、政府が外出や集会の自粛を要請している中で、コロナパーティーに出席し感染したと。このコロナパーティーというのは海外で言われている、特にアメリカ等で言われているところで、本当にあるかどうか、これ自体が噂話なんじゃないかと、報道でもされてるんですけど、噂話なんじゃないかという話もありますけども、これはもう早めにコロナに感染するためにパーティーを開いて、場合によっては感染した人がお金をもらう等の賭け事なんかも含めて、わざと感染する行為を行うというわけです。で、それで感染したという時、仮にこういうものが本当にあるのかどうか、これ都市伝説じゃないかという話もあるところではありますけども、こういうものがあったとして、実際にこれに出た人が感染したってことが分かった場合に、皆さんどのように考えるかということを考えてください。やはりこれも本人以外にも、例えばパーティーを開いた人に問題があるんじゃないか等の話はあるかと思うんですけど、本人にもその一部の責任があると考えるべきか、あるいは本人には全く責任はないと考えるべきか、3番その他ご意見をお寄せいただければと思います。これであと2問になりますけど、この問題もぜひ解いていただければと思います。はい。ではよろしくお願いいたします。はい。私も投票いたします。はい。ありがとうございます。今、ちょうど200名ぐらいで、230名ぐらい、240名ぐらい、すいません。今、すいません。はい。今、280名ぐらいで、95% は、1番、本人にも責任がある。
2番本人に責任がないというのは 2% ぐらい、3番その他っていうのが 4% ぐらいになっています。300名ぐらいですが、320名ぐらいで 95% ぐらい本人に責任があるとなっています。これは意図的に感染しようとしている場合ですね。意図的に感染しようとしているっていうのが確かな時に本人に責任があるかどうか、逆になければ一体どういうことなのかということを考える必要があるんじゃないかと思います。これでも責任を問わないかどうかということを考える必要があるんじゃないかと思います。これ面白い問題ですので、ぜひ考えていただければと思います。はい、次行きたいと思います。はい、最後の問題になります。はい、じゃあ次のような事例はどうでしょうか。次と病院で働いている医療従事者が防護服が足りないために、感染症の防護服が足りないために新型コロナウイルスに感染した。このような場合、どのように考えますでしょうか。1番、本人にも責任がある。病院に責任があったり、その国に責任があるかもしれないが、本人にも責任があると考えるべきか。2、本人には責任はないと言うべきか、あるいはその他、チャットでお答えいただければと思います。引き続き、最後の問題、投票していただければと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私もやってみます。はい。ありがとうございます。今、220、50名ぐらいで、本人に責任があるというのが 8% ほど、7% ほど、300名ほどで、本人に責任があるが 7% ほど、1割弱ですね。本人に責任がないというのが 91% で9割型です。で、3番目がその他チャット 2% ぐらいになっています。ぜひご意見ありましたらお寄せください。チャットでもお寄せください。はい。先ほどの、前の質問とは相当逆転するものになっているかと思います。これ面白いんですけど、なぜ一体逆転するのかということを、よく考えていただければ、いいんじゃないかと思います。この責任の問題考えるときにこういった事例、少しずつ違う事例を出してみましたが、なぜこういうふうになるのかということを皆さんの中でも考えていただければと思います。で、次の時間ないので次のスライドに参ります。で、皆さんこの調査についてご存知の方も多いかと思いますが、コロナ感染は本人が悪いんじゃないかっていうので、読売オンラインの方で阪大の研究が紹介されていたかと思います。読売だけじゃなくて阪大の研究が紹介されていたかと思います。で、これ国際間比較で、感染は自業自得だと思うと答えた人の割合っていうのが日本の方が、高かったと。1割というのをどのぐらい高いと考えるかというのはありますけど、国際比較した中では高かったということが、言われていました。日本だとこの自己責任という発想が強いんじゃないかということが言われた、紹介された議論であります。で、これ非常に面白いんですけれども、まだこの研究、私自身論文が読めてないんですけども、ちょっと探した限りまだ論文見つからなかったんですけども、あったらまた教えていただければと思いますが、今の話、私が今、皆さんに質問しましたように、これ感染は自業自得だと思うって言った時にどういう状況を設定するか想定するかで随分変わってくるんじゃないかと思います。で、3月から4月にこの研究がなされたんですけども、やはりその中国、イタリア、イギリス、アメリカと日本のその感染の状況も違ってたので、その考えている想定してた状況っていうのもちょっと違った可能性もあるんじゃないかなと思います。で、こういうことを考えながら皆さん本当にコロナ感染っていうのは本人が悪いのかどうかっていうことをぜひ考えていただきたいと思うんです。で、時間ないんですけどちょっと押しますがどんどん行きたいと思います。はい。で、感染症と自己責任について私が考えていることを少しお話したいと思います。で、感染症に関する自己責任なんかないよと言いたい人も結構多いんじゃないかと思うんですけども、先ほどの予防の科学の進展が進むにつれて、なかなかそうは言えない状況っていうのがコロナパーティーの話は極端ですけれども、そうは言えない状況っていうのが出てくる可能性があるんじゃないかと思うんです。例えばこれは科学の研究ですけども、疫学の研究で、ゲノムサーベイランスという領域が進んできています。これは例えば日本に来たコロナウイルスが、中国由来のものなのか、それとも、ヨーロッパ由来のものなのかっていう図を見た人もいらっしゃるかと思いますけども、ウイルスのゲノム DNA の、解析して、それでどんどん系統樹的にたどっていくという研究であります。
で、これをすると感染経路が、相当正確に分かるようになってきてます。どの人から、確実に次の人に移ったっていうのはなかなか絶対とは言えませんけれども、因果関係がより正確に同定できるようになってきてます。で、こうなりますと、例えば、ある病院の中で感染症が何人か発生したときに、それが、院内感染なのか、あるいはいくつかの感染した患者が複数のところから持ち込んだのかといったようなことが分かるようになってきているわけです。で、そうすると、先ほど言いました自己責任みたいな話がますます問われうることになるんじゃないかと私は思っています。ただ、因果関係、責任という話する場合には、ただ単に因果関係が分かるというだけではなくて、先ほどの、質問でもしましたように、一体それを感染症について我々リスクについて知識を持っていたのか、あるいは別の仕方で行為することが可能だったのかと。コロナパーティーだと出ることも出ないこともできると、居酒屋の飲み会も出ることも出ないこともできるかもしれないんですけども、例えば医療者が、防護服なしで、治療を行うという時に、いやいや病院にそもそもいなかったらよかったでしょうというようなことが言うことができるかってなかなか難しい。医療者の人たちが、必死になって治療しているのに対して他の選択肢もあったでしょうということはなかなかできない。ある意味では、感染すべくして感染したかもしれないですが、それを別の行為が取れなかったらそれを責めることはできないというふうに言われるわけです。これは法律の方では過失責任というところで、予見ができたか、予見の可能性と回避ができたかというので、回避可能性ということでも言われることであります。で、このミラーの論文なんか、ミラーの E が A ですけども、ミラーの論文なんかは、いや、個人のレベルでは知識あんまりないし、別行為の可能性っていうのもあんまりないから、むしろ知識をたくさん持ってて、いろんな行動ができるのは政府であるから、政府の方が感染症に対する責任は多いんだということを言います。次のスライドいきます。次のもう一つ。ちょっともう読みませんけども、こういった形で、この玉目さんの研究、もうこういう、似たようなことを書いてるんじゃないかなと思うんですけども、こういったそのミラーとか玉目さんのご意見だと、方向性としては被害者に予防行為は取ってもらいたいんだけど、公衆衛生対策として被害者に予防行為は取ってもらいたいんですけど、実際感染した場合の責任っていうのは、本人にはないだろうという方向で、主張がたくさんあると思います。ただ私は、それではちょっと本当にそれでいいんだろうかと思うところがあります。根本的に自己責任っていうのは感染症について問えないのかっていうのは、研究途中でありますけども面白い、テーマだと思ってます。一つ、その時に考えるべきことは被害者を非難することの有害性です。これは性犯罪等にも言われることですけども、非難することが持つ有害性、功利主義的には非常に重要な問題になるんですけども、非難してもいいんだけど、非難するに値するかもしれないけども、非難することは、それは望ましくないんじゃないかという議論であります。例えばこれは、感染症社会という最近出た本の中で三馬達也先生、立命館大学の先生が言っていることですが、次のように言っています。病気を排除するために病者を処罰しようとする犠牲者非難イデオロギーは人々を病気の予防へと動機づけ、伝染性の病気であれば感染拡大させない自粛への行動変容を生み出すのだろうかと。少なくとも病者を道徳的に非難する人々はそう信じているようだと。非難すると、いいことが起きると考えているけども、だが感染症対策の歴史はそうした考えが誤りであることを繰り返し証明してきた。犠牲者非難イデオロギーは病気そのものへの、恐れよりも病者となること、つまり社会的に病者として名指されることに対する恐怖をかきたてるからだと。その時病者は自分が病気であることを他者に知られないようにするための努力をすると。これはHIV エイズもそうですし、今回の感染症に関しても同じことが起きているんじゃないかというふうに考えられるわけであります。これ私も非常に同意するところで、被害者を非難するということが非常に問題がある、有害であるということは考えられるところであります。ただ、さらにやっぱり突っ込んで考えたいのは、一体それは先ほどの皆さんにもお答えいただいたように、感染の責任がないから非難すべきではないのか、あるいは感染には自己責任というのが問い得たとしても、感染の責任があっても我々は非難すべきではないのかということを、真剣に考える必要があるんじゃないかと思っています。次に行きます。
はい、もうちょっと時間ないのでどんどん行きたいと思いますけども、こういったことを考えますと、予防の発想っていうのは、構造を考えますと、悪い事態の発生が予想されて、それを回避し得るっていうのが予防の根本にある考え方だと思います。悪い事態っていうのが、予想されて、それを回避し得るんだと。じゃあ、それを予防しましょうっていうことになると。で、先ほど言いましたように予防の科学が進んで予測の精度が高くなればなるほど、回避しなかった責任を問う声が大きくなる可能性があると思います。ただ、一体その時に誰の責任なのかと、どこまでが被害者当人の責任なのか、あるいは政府などの集団の責任なのかを、議論すべきだというふうに思います。で、このスライドの最後ですけども、最後に責任があると言われたときに、じゃあ避難すべきなのかっていうと、私は避難すべきでない時があると思いますし、あるいは周りは助けなくていいのかっていうと、責任があっても周りが助けるべき時もあると思います。例えば、自己責任が問題になりました。例えば内戦が起きている国に、ジャーナリストが行って、捕まってしまうと。そうしたら本人が不注意で捕まったんだから、例えば外務省あるいは日本は助けなくていいのかっていうと、仮に責任があったとしても助けるべき時っていうのがあるんじゃないかというふうに思います。また、責任があるからといって、何をしてもいい、どんな罰則を課そうが、めちゃくちゃに非難しようが、人権侵害しようがいいということにもならないという点に注意しないといけないと思います。はい、次行きます。もうちょっとスライドありますので、次行きたいと思います。はい、もうちょっと簡単に行こうと思います。面白い話なんですけど、次の時に、次は、さらにその倫理的な問題だけじゃなくて、心理的な問題があります。予防っていうのがいかに難しいかっていう話を、私心理学者じゃないんで指摘だけしますが、問題として面白い問題があるということを指摘したいと思います。まず、これは必ずしも心理的な問題だけではないんですけども、予防のパラドックスということがあります。これは、第1回、第2回の講義にも通じるところですが、公衆衛生の有名なジェフリー・ローズという研究者がパラドックスという言葉で言っていることで、パラドックスかどうかという問題もあるんですけども、次のように言ってます。集団全体に対して多大な恩恵をもたらす予防医学も、集団を構成する個人個人への恩恵となると少ないと。例えば、これは予防接種が典型的ですけども、予防接種をみんながすれば、明らかに、1000名、1万人という数が助かって、助かった人にとってはものすごい恩恵ですけれども、それぞれの人に関しては、予防接種をしようがしまいが助かった人っていうのもものすごく大勢いるはずなので、それぞれは、利益が少ない。また今回の外出自粛に関しても、自粛しようがしまいが死ななかった人は大勢いるはずなんですけども、死ななかった人は大きな恩恵を得る。ただ死ななかった、しようがしまいが、自粛をしようがしまいが死ななかった人に関しては恩恵はほとんどないと。そこにこの、予防行為っていうのを皆さんに説得する、なぜ予防すべきなのかということを説得するのは難しい、という問題が生じます。で、また他の問題としましては、そもそも予防がうまくいくと予防の重要性が忘れられるという問題があります。これはもう予防接種等が典型的ですけど、なんでそもそも予防してんのと、なんでその予防のために、犠牲を払わなきゃいけないのっていうのを説明がするのは難しくなります。また、これも面白い問題ですけども、先ほど言いました、死んだ人っていうのは、外出自粛によってしなくて死んだ人っていうのは分かりますけども、外出自粛をやった時に死ななかった人っていうのは、統計的にはこのぐらい死ななかったと言えますけども、本当に死んだ人っていうのを、じゃあ死ななかった人っていうのを特定できないという問題があります。そうすると、病気の治療や犯罪捜査が持つ劇的な印象が少ないということがあります。例えば、科捜研の女というのがありますけども、ちょっとあんま話してるとちょっと時間ないので飛ばそうと思いますけども、科警研っていうのは科捜研じゃなくてあるんですけども、科警研に犯罪予防研究室っていうのがあるんですけども、犯罪予防研究室で科捜研の男っていう番組を作ったとすると、今日も犯罪が起こらなくてよかったねっていう番組を毎週やらなきゃいけなくなって、全くドラマ性がないっていう問題になります。これが予防行為にはドラマ性がないっていう大きな、問題であります。
どうでもいいじゃないんですけど、重要な話なんですけど、先に行きたいと思います。はい、最後に、将来の利益やリスクに関する人々の不合理性。これは、ダン・アリエリ等のその合理性、我々がいかに不合理かっていう話をするところでありますけども、典型的には、夏休みの宿題を夏休みの最後の日にやってしまうということが、私の子供はもう7月31日終わったんで、もう自分の子供じゃないんじゃないかなっていう気がしてるんですけども、そういうことがあるわけです。その時間割引という問題が、時間割引とか現在性バイアスという問題があって、予防に対して我々は、コストをかけようとしない傾向にあるという、そういう人がいるということが問題になります。はい、次行きます。ちょっと時間が本当になくなってきましたので終わろうと思いますが、予防の構造って話を少しします。で、先ほどのその予防の責任ともつながるんですけども、そもそもここちょっと科学と倫理が2つの問い、いろんな問いが出てくる。科学だけでは解けない、倫理というか価値の問題が、重要になってくるところであります。で、結果の予測っていうのは、科学の問題で望ましくないことが予測されるんだと。この予測の精度が上がってきているというのは重要な問題であります。で、重要なのは予防の目的というのは本当に良い目的なんだろうかと。ちょっと後で言おうかと思いましたけど、例えば NIPT という新型出生前診断、遺伝子検査によってダウン症等の染色体異常が分かるという問題がありますけど、という検査がありますけども、染色体異常が分かってダウン症の子供を産まないというようなことがあるとすると、その目的っていうのはいいことなんだろうかといった、そういう問題が出てきます。パンデミックに関しては、一人でも多くの人を助けようというのはいい目的だと思うんですけども、それだけが目的なんだろうかといったような問題も出てくるところであります。で、予防の手段、これも科学はいろんな手段を提供するわけですけども、手段は特にその効率的な手段、効果的な手段、有効な手段を提供するわけですけども、それが倫理的な手段と言えるんだろうかということを考える必要があるかと思います。それが、今回も詳しく言いませんが、人々の自由を圧倒的に、制約してるんじゃないだろうか。あるいはその手段を取ると特定のマイノリティの人たちだけがコストを負うような、対策になってしまうんじゃないか。そういった問題も考えなきゃいけないかと。医療資源の配分の問題等を考えていただければと思います。はい。また手段の持つ副作用は十分に小さいか、コストということをよく考える必要があるということであります。これはもう科学的な問題でもありますし、どのぐらいのコストなら我慢できるかというのは倫理の問題でもあります。次に参ります。はい、問題になり得る他の事例のこととしましては、先ほど言いました NIPT の問題、または性犯罪の再犯防止のための GPS の装着も詳しく言いませんが、こういった問題、あるいは我々の現代にとって一番大きな問題として気候変動の問題があると思います。今回のパンデミックの対策とか、これは全てこの気候変動に対するの問題に取り組むための練習問題だというような意見もすでに出ているところだと思いますけども、気候変動というのがいかに我々にとって予防すべきであるけれども、それがしにくい問題なのかということを考える必要があるかなと思います。ちょっと文脈が違うんですけども、生活習慣病に関して WHO のマーガレット・チャンというのが長官が2011年に言った言葉で、生活習慣病というのはこれから途上国も含めてものすごいお金がかかるし、たくさんの人が死ぬ、病気であって、それは徐々にやってくるスローモーションディザスターだということを言いました。で、スローモーションディザスターというのは非常に面白い表現だと思うんですけど、我々はおそらくスローモーションディザスターに対策を立てるのに非常に苦手な、スローモーションディザスターということほど、我々が対応ができないものはないんじゃないかということを思うわけであります。それがその気候変動なんかはまさにその問題だと思うんですけども、予防っていうのを我々が真剣に考えてどうしたらよいのかということを考える必要があるかと思います。はい。ですので我々は何をどこまで予防すべきか、また予防の重みに耐えきれるのかということを、考える必要があると思います。はい。もう時間が、全くないですけども、今回のまとめとしまして、パンデミック対策が持つ予防の思想は現在防犯防災など様々な領域で重要性を増していると思います。ですので予防とは何か、どのような問題があるのかについて、特殊なそれぞれの領域における理論っていうのはだいぶ進んできてますので、一般理論が必要だっていうのが私の研究課題であるところですが、皆さんにもお伝えしておきたいと思います。で、科学だけでは解決できない問題であると。
理系や文系に関わらず知恵を持って、持ち寄って考えるべきだというふうに言えるかと思います。はい、参考文献については、ここ後でまた見ていただければと思いますので、ちょっと最後時間取って謝辞を述べさせていただきたいと思います。まず、やっぱり一番最初に、一番、たくさんの仕事をしていただいた、これ、YouTube と、この放送を全部仕切っていただいた大西拓郎、准教授に、感謝いたします。もう、たくさんの人が働いていると思ってた人もいたみたいですけども、ほとんどの仕事を大西拓郎さんがやっていて、もう、めちゃくちゃだなと、兄弟のアナーキーさがよく伝わってくるところですけども、ほとんど一人で全てのことをやってしまっていたので、本当に感謝しております。また、この話を持ってきてくれた出口康夫さん、またちょっとYouTube のこのチャット欄をまとめてコピペしてくれた立場貴文君。で、あと、土日潰れて、ブーブー文句言いながらも協力してくれた家族に感謝したいと思います。また、受講生の皆様にもチャット等でご協力いただいて本当にありがとうございました。で、またこの研究今現在やっているのですが、パンデミックに取り組む応用哲学倫理学というホームページ立ち上げてますが、ここにご協力いただいている皆様にも、感謝申し上げます。これ QR コードはその URL です。で、最後の最後の最後ですけども、すいません。京都大学皆さんご存知のようにお金がないです。どんどんお金を削られていって、この、大変ですので、もしよろしければ、給付金等まだ使ってない人も、そうでない方も、ぜひ、人社未来系発信ユニット基金等に、ご寄付いただければと思います。ここに寄付しても私には一銭も入りませんし、多分、大西さんの給料も上がらないと思いますけども、企画、プロジェクトを、今後こういう形で立ち上げることができるんじゃないかなと思います。QR コードをやっぱり、上げておきますので、ご関心ある方はぜひ、気前よく寄付していただければと思います。英語でジェネロシティという言葉ありますけども、ジェネラスに寄付していただければと思います。で、私も試しにやってみました。簡単にできますので、ぜひ寄付していただければと思います。あんまりうるさく言うともうしたくなくなるかもしれませんので、このぐらいにしたいと思います。はい、ではありがとうございました。5分ほどになってしまいましたけども、質疑に急いで答えたいと思います。ありがとうございます。少々伸びても。はい。それでは、寄付じゃないわ。質問に答えたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。人文学の意味としまして、例えば人が幸福に感じて生きる指針を示すことであると。あるいは人々、集団組織、地域、国際社会が幸福に合意し意思決定する指針を示すこと。幸福っていうのは、これから、心の未来の研究者の方がたくさん話しますが、その中でも幸福の話が出てくると思いますので、ぜひお話を聞いていただければと思います。また、コミュニケーション、危機の時のコミュニケーションのあり方について検証が必要なんじゃないか。これも人文学の役割なんじゃないかっていうのをご指摘もいただいています。ありがとうございます。この科学技術コミュニケーションというのも、今回メディアも含めていろいろ反省すべきところであって、その検証に人文系の人もぜひ関わっていただきたいと私も思います。はい。またその個別な事象から抽象的で汎用的に考えられることを抽象して今後の似たような危機的状況に陥った際に役立てるような考え方を提示すること、これも非常に重要だと思います。私もそういうことを考えてやっていますけれども、やはりその個別の状況、今ここで起こっていることを普遍的な視点から見るということも非常に重要だと思います。どれを選ぶにしても大前提として科学的事実に対する誠実さ、謙虚さがないとダメだと思います。はい、その通りで、科学について私も不勉強でもう恥ずかしいばかりですけども、科学者からもいろんなことを教えてもらって、また科学者に対してもいろんなことを議論するということが非常に重要だと思います。現在そのタコツボ化っていうのが京大だけじゃないですけど、いろんなところで起きている、学問で起きているので、この専門知ということも重要ですけども、この専門知をどのような形で集めていくか。ということも非常に重要だと思います。こういうこともその人社系未来ユニット等で考えていければと思っております。はい、次いきます。人文学は社会全体として前進することだけを善とせず、個であること、孤独であること、私はそう思わないということを大切にするという点において価値があると考えています。これも非常に重要なご指摘で、やはり異論を唱えること、現在の、状況を、ある意味空気を読まずに、異論を唱えるということも人文学、人文学だけではないですけども、学問の重要なところではないかと思います。はい。
また壊れやすい、その責任の話ですけども、壊れやすいスマホを作るとどうかと、アップルなんかもいろいろ回収しているところですけども、やはりその責任ということは、メーカーの問題もありますし、けどアップルも私もだいぶ何回か故障したんで直してもらいましたけど、自腹切らされたところも、それはもう私が悪いんですけど、自腹切らされたところもあるので、自己責任というところもあり得るんじゃないかと思います。ここをどこで線引きするかということも非常に重要な問題なんじゃないかと思います。これも線引きの問題っていうのは必ずしも科学では答えられない問題、責任を誰が引き受けるかということは重要な問題ではないかと思います。はい、次いきます。企業の飲み会と断れるかどうかっていうのは非常に重要だと思います。ここで重要なのはやはり自己責任ということ、特に感染症などに関しては先ほど言いましたように感染経路がそもそもはっきりしない場合がある。また知識を持っているのかどうかはっきりしない場合が多い。またその回避可能がこの企業の飲み会みたいに、強制か自発的か曖昧なとこっていうのも多いと。ですので一般的に言えば、自己責任っていうのは理論的には例外的にはあっても、自己責任が問える場合っていうのはほとんどないから、自己責任っていうのは問わないようにしようという議論っていうのは十分あり得ると思います。だからこれを私はフィクションであると思うんですけど、このフィクションっていうのは有効であるというふうに考えるということはあると思います。私がその学問的に突き詰めて考えると、例外的ではあるとはいえ自己責任っていうのを問える可能性があるかもしれない。その時に問わないのはなぜかっていうのが私の問題関心になります。はい、他です。はい、誰にも責任はないっていう、これは非常にいいんですけども、やはりその誰にも責任はないっていうのが難しい。過失責任、例えば自動車事故が起きた時に誰にも責任はないと我々は言わない、わけであります。やっぱりその責任っていうのを考えるべきがある時があるかと思います。例えば今、その空からその隕石が飛んできて、ここにいる人たちみんなが死んだ時に、それに誰かが責任を負うっていうのはほぼ無理だと思うんですけど、隕石が予測できたら違いますけども、ほとんどの場合は現在その予測っていうのが成り立ってきている以上、ある程度正確になってきている以上、責任はないというのが、なかなか難しいんじゃないかなと思います。次いきます。はい。はい。知識と別行為可能性と言われると、それを考えうる当人の資質が問題になってくるのでは。その通りでありまして、これ判断能力とか知識を問えない、そもそも責任を問えない人っていうのも、いるわけであります。重度の、知的障害を持っているとか、例えば重度の認知症であって、人には責任問えない。この時は責任が問えない、可能性があるわけです。けどその時にも、例えば行政に責任があるだとか、そういった問題っていうのは考えられるわけです。はい、次いきます。生きていく上で待ったなしの行動決断の繰り返しですが、倫理を考える上では最も何を大事に心がけるべきでしょうか。複数の選択肢を挙げること、複数のメンバーで決定すること、決定を絶対的なものだと決めつけないことこれは、難しいと思います。普段は、原則に従ってというかルールを先に作っておいてそのルールに従って生きるということが重要だと思うんですけども、例えば緊急事態においては、緊急事態の前に作ったルール、例えばトリアージのルール等に従って生きるということが重要だと思うんですけども、時間のあるとき議論できるときには十分に書いたここにご指摘のように選択肢を考えた上でその中で最も望ましい行為というのを選ぶべきなんじゃないかというふうに思います。簡単なお答えできないので、このぐらいにしておきたいと思います。ありがとうございます。いろんな事案を考えるときにいろんなケースやバックグラウンドを考える必要があると思いましたが、そこに時間というラインが迫ってくると思います。そのせめぎ合いにどうやって折り合いをつけるのがいいか、先生はどう思われますかということで、これも今のご質問と似ていますけども、時間があるときには十分に議論する、時間ないときにはすでに決まったルールに従うというのが、一つその倫理学等でも言われている重要な、一般的なルールなんじゃないかなというふうに思います。はい、またその、先ほどの責任の話でありますように、知識をたくさん持っている人、持っているグループ、例えば政治、行政の人々、そしていろんな行動が取れる人々っていうのがやはり多くの責任を負いうるんじゃないかというふうに思います。はい、じゃあもうちょっと時間がないのでそのぐらいに、したいと思いますが、あと1個だけじゃあ、予防もどういう人を守るための予防かということで予防の意味も変わってくるように思います。老人未成年者と普通の判断能力がある大人への予防対策で、自由なり他者が受けるべき不利益って違うように思います。その意味ではニューヨークのクオモ州知事の老人を守ろうは正しかったというか説得力がありました。おっしゃる通りで、目的、予防の目的をどこに持ってくるか、さっき一人一人を助ける、一人でも多くの人
人を助けると言いましたけれども、日本全国の話なのか、あるいは世界全員を考えるべきなのかということも、考えるべきかなというふうに思います。グローバルジャスティスの話、今回あまりできませんでしたけども、予防の目的というのは非常に我々ややもすれば近視眼的に、自分の周りだけ助かればいいというふうに思う時もあるかもしれませんけども、社会全体で、予防の目的についてどの人を誰を助けるのか、何をしたらいいのか、何を守りたいのかということを考えていただければと思います。はい、そうしますと、ちょっと時間過ぎましたのでこれで終わりにしたいと思います。本当に皆さんこれまでありがとうございました。またお会いできればと思います。それではさようなら。